それでマモン、頼みって？どうせ今回も金貸してくれとかそんな感じの内容なんでしょ？おお、話が早いじゃん、レビーちゃん。で、いくら貸してほしいの？1万グリム。いや、1万5,000グリムでどうだ？はあ、いいよ。お金は貸してあげるから、その代わりとっとと部屋から出て行ってよね。ちょっと待った。やっぱり3万、いや5万グリム。わかったわかった。3万でも5万でも貸してあげるから、早く部屋から出て行ってくれない？そろそろオタク FM が始まる時間だからさ。怪しい。今日のレビーはやけに物分かりが良すぎる。そういえばお前、前にあいつとリアタイでオタク FM 聞くとかなんとか言って浮かれてなかったっけ？ギク。ちょっと気が変わっちゃったな。金貸してくれなくてもいいから、俺もこの部屋で一緒にオタク FM 聞いていこっかな。いくらでも貸すから出てってよ。オタク FM アニメ&チルシーズン 2。 皆さんこんにちは。アニメおべいみガチオタ三男レビアタン役の加田聡です。この番組はイケメン悪魔調教ゲームおべいみやアニメおべいみシーズン2の情報など、さまざまなおべいみプロジェクトの魅力をゲストと一緒に発信していく番組です。さあ、そんなオタク FM アニメ&チルシーズン2の第11回を一緒に盛り上げてくれるのはこの方です。どうぞ。ただいま、強欲クズ次男マモン役の小林弘隆です。はい、お願いします。お願いします。お久しぶりです。ただいま。はい、ただいま。なんで帰ってきたってこと？そうですね、ついに。そうですよ。やっぱりここは僕にとってのホームかななんて思っちゃったりして思っちゃったりしてホームかなって。てへてへ。でもあれですよ、はい、満を持してですよ、小い林さん。やそうですね、だいぶと久しぶりなんですよ。皆さん待ってたと思いますよ。いやそうです帰ね、ってきてくれることを。そうですよ。加田さんとねお話しするのもね、お久しぶりなんでちょっと緊張しておりますなんでそんな緊張する必要があるのよ。こう呼ばれないとねあんまりよく喋らないんでね、ちょっとね。よくはしました。何を言うね。そんなことないか。急にいやでもあれよ、7兄弟と、あとサイドキャラクター、みんなもう来て、コバさんが言うてみりゃ最後ちゃうかな。そうですね、いやいつかとねドキドキしてましたよ。もしかしたら忘れられてんちゃうかなーっていう思いもありつつ、いやまだ希望があるみたいな感じ。信じてやっと来たと。そうです、いつ来てもいいようにね心の準備だけは整えておきました。なるほど。じゃあ今日は気合が入ってるってことですね。入っておりますよ。前回のねオタク FM で加田さんおっしゃってたじゃないですか。なんですか？パッション、テンション、エネルギッシュね。おお、覚えてる。それ持ち込んできてますよ。なんて言った今？持ち込んできてますよ。来てますよ。くつくとす来てますよ。じゃあ今日もパッションとテンションとエネルギッシュでね、これをテーマにいきますか？はい、お願いします。じゃあ元気にいきましょうよ。はい。今回のラジオはアニメおべいみシーズン2第11話会いたい気持ち、こちらのアフレコ終了後に収録しています。番組を聞きの留学生の皆さんはもうご覧になっていただけていると思いますけども。いやそうですか。どうでしたか？どうでしたか、あの回は。そうですね、なんかいろいろな感情がごちゃ混ぜになってましたけどね。でもなんか最終的にはこうまるっとね、いい感じでまとまったのではないかと。ね、まるっと最終的になんか全てのものがまとまりましたよね。そうですね。兄弟たち自身もなんかまとまって、なんかね、夢がこう最終的にみんなの夢が叶ったみたいな。最終的に会いに行くんだくんが。そうですね、会いに行くんだくんが爆弾しまして。爆弾しましたね。で飛び立っていきましたけどね。そうですね。ファーっとねぐるっとまとめて、なんか撮ってる間もこれはなんだっていうところでなんだこれは、それは終始思ってました。終始思ってましたか？はい。あれマモンは僕らがずっと会いたいってレビアタンたちがね書いてたじゃないですか。マモン余裕でしたね。そうですね、こうやって肘ついてましたもんね、こうやってね。あれはなんで余裕やったんでしょう？そうですね、なんかもしかしたらマモンの中ではこう
あったんじゃないですかね、その策が。策が、はい、そうですね、アニメの中にも描かれてましたもんね。なんか常に何かをこう考えてるじゃないですか。それで巻き込まれてみんなね、トラブルに巻き込まれて最終的にねいろいろ起こるんですけど、抜け駆けしてお金を返すから人間が行くっていうね。多分そういうなんか企みがあったからみんなよりもちょっと余裕に構えてたんじゃないかなと。まあでもね、会いたいっていう気持ちはマモも一緒やった。まあそうですね、みんなと一緒なんでね。そして最後はね、なんか会いに行くんだくんの頭の上、そうですね、乗っかってすごい明日を見つめる目をした兄弟たちが遠い目をしてましたよね。描かれてましたけども、いやまたねバサバサってね飛び立つんですよ。あれおもろかったっすね。また翼の音がねすごいいいんですよ。バサバサバサってねリアルなんですよね、羽の音がね。あと空ね、嘘みたいに綺麗なんですよね。嘘みたいに綺麗。嘘みたいに綺麗なまさに会いに行く兄弟たちの希望というか、そんなんが描かれてるかのようなね。そうでしょ、なんかもう希望に満ちたようなねラストだったんでね。いやだから本当にシーズン3もね、わかんないけどちょっと期待できるような、ここで期待していく。いやどんどんね期待するのはね自由なんでね。もちろんそうですよ。もちろんそんな感じの回だったんでね。コバさんあれやな、今日ちょっと元気ないな。そんなことはないよ。元気ないよ。どうした？元気。いやなんかこうあれよ、こうファーってやるから振り返りながらね語ってたんだけどね。今アニメの第11話の。みんなどんなテンションだった？一応僕過去の回も一応出てる分は見てるんですよ。違うみんなじゃなくてコバさん自身。コバさん自身はいつもテンションバーって爆発してるイメージやけど、ドンバンドンみたいな感じ。そうバンダンみたいな。いや言葉尻だけ。そう言葉尻だけテンション高くなってるけど、テンション上げていきましょう。テンション上げていきましょう。テンション上げていきましょうよ。上げていきましょう。はい。せっかく来ていただいたんやから。そうですね。じゃあテンション上げ上げで。はい。テンションとパッションとエネルギッシュ。はい、これでお送りしていきましょう。はい、お願いします。はい。それでは始めていきましょう。番組のハッシュタグはハッシュタグオタク FM。オタク FM の綴りはアルファベットで OTAKUFM です。Twitter、Instagram、Facebook など各種 SNS から番組を聞きながらのつぶやきお待ちしております。ということでオタク FM アニメ&チルシーズン2スタートです。はい、ありがとうございます。癖強め、ほんま、ありがとうございます。こちらは留学生の皆さんから投稿していただいたいわゆるふつおたを紹介していくコーナーです。それでは今回も矢口の恭平さんが考案してくれた番組オリジナルのラジオネーム留学生ネームをつけてふつおたを紹介していきます。はい、心得ております。お願いしますよ。じゃあコバさんからいきますか。私からじゃあ参りたいと思います。留学生ネーム、ブライさん。はい、小林さん、こんにちは。こんにちは。マモンの声も大好きですが、小林さん自身も愛しています。いつも小林さんのツイートを楽しみにしているし、配信するたびに私はいつも小林さんに向かっておはようと言っています。小林さんが大好きです。これからも頑張ってください。素敵な応援メッセージじゃないですか。ありがとうございます。小林さんがすごい出てきましたね。5回ぐらい出てきました。ありがとうございます。嬉しいね。いや嬉しいですね。めちゃくちゃ嬉しいじゃないですか。配信するたびに小林さんに向かっておはようと言ってくれてるんですよ。挨拶してくれてる。おはようとね。でもコバさんもツイッターでね、毎朝ちゃんとおはようって。今日もおはようしてきましたね。おはようしてきた。ちゃんと発信してるもんね。毎日そうですね。おはようで始まりますからね。いやありがたいですね。力強いですね。こういう応援メッセージいただけるのは。そうですね。なんか頑張りたいなってなりますよ、もっとね。とっても素敵なメッセージでございます。ありがとうございます。じゃあ続きまして私紹介しようかな。留学生ネームアスタさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。加田さん、小林さん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しい時間をありがとうございます。お二人に質問です。私はマモンの態度の緩急にいつもドキドキさせられっぱなしなのですが、お二人には印象に残っているドキドキした経験はありますか？ぜひどんなことがあったのかお聞きしたいですということですよ。ドキドキした経験か。ドキね。これは何もプライベートでもいいんかな？プライベートでもいいんで、プライベート以外でドキドキするっていうのは仕事の現場行った時とかに緊張してドキドキするとかね。そういろんなシチュエーションがある。プライベートでもやっぱり緊張する場面ってなんか
限られてると思うのよ。そうだね。なんか家におる間ってリラックスするじゃない。だから例えば部活動でね、野球の試合でバッターボックスに立った時とか、緊張してねドキドキするやろうし、でなんか人前で、例えば学校で何か発表しなあかんとか、そうね、そういう時とかはドキドキするでしょうし、なんかねでもドキドキした経験っていっぱいあるけど、そうだね、やっぱ人前いっぱいの人の前に立ったりとかする時はやっぱそれなりにドキドキするかなって思うよね。そうね、それは多分等しくね、まあね、みんなドキドキ。そうコバさん、じゃあちょっとなんかあるドキドキしたあるね、印象に残ってること。そのさっきねみんなの前っていうのもあると思うんだけど、僕の場合はその自分のお家ね、お家、そう帰った時に扉開けるじゃん、こうやってガチャってね、で鍵開けて入るじゃん。そしたら僕リビングとの間にもう一個扉があるのね。なるほど。でその扉がね、なんかこうドア開けた瞬間にバタンって閉まったのよ。それでドってなってドキドキした。ドキってなったね。今さっきも家でおる時はリラックスするって言ったばっかりのに家の話してた。いやこれね、ついこの間あってね。それはどういうこと？多分だけど玄関のドア開けた時に奥の扉が閉まった。奥の扉が勝手に閉まったんだよね。それは風？多分そう、風もあるし、多分ね気圧かな。気圧？なんか気圧でなんだろう、風の通りがやっぱあるのよ。僕の住んでるところのね、多分風の流れで多分開けた瞬間になんだろう、その部屋の中の空気というか、それがもう一気にこう外にバーンって流れてたんだろうね。なるほど。それでねこうバーンってしまったんだと思うんだけど、めちゃくちゃ要するに言うと大きい音してびっくりしたってこと？まあそうだね。ドキッとしたってこと？ドキしたね。多分これアスタさんが聞きたいのこういうことじゃないような気がするけど。そういうことじゃない。ドキじゃない。いや、まあドキドキって言ったらやっぱあれでしょ、なんかバレンタインとかね、そんなんでチョコレートもらったりとか。そうね。でもあれってもらう時も嬉しいしドキドキするけど、ホワイトデーのお返し渡す時がもっとドキドキせえへん？確かに何あげようかなとかね。そうで持ってきたはいいもののどのタイミングで渡そうかなみたいなとかね。そうだね。そういう意味でドキドキしたりもしたかな、学生の頃っていう。あとやっぱりあれだね、やっぱ今日久々に加田君と収録してるから、ドキドキしてるよね今。ここでまた出してくれて、そんなドキドキする？ドキドキしてるよ。俺そんなコバさんのこといつも怯えさしてる？そういう意味じゃなくてね、こう緊張して久しぶりの。今日だって楽しみに来たんだよ。そりゃそうでしょうよ。楽しみで来ていただきたいよ。せっかく久しぶりに登場していただくんやから。どっちかというとワクワクのドキドキかな。それは嬉しい。ネガティブじゃなくてポジティブよりのね、ポジティブ、ポジティブドキドキかな。ポジティブドキドキやったら嬉しい。それしかないね。なるほど。もう一通だけいきましょうか。もう一通だけいこう。コバさん、私じゃあ選んで参りますね。留学生ネームリサージュバーニーさん、ありがとうございます。マモンは兄弟から過小評価されていると思います。彼はそれを見せないようにしていますが、私は彼が思慮深く親切であると思っています。小林さんに質問です。マモンの声を担当している時のお気に入りの時間はいつですか？いつもお仕事お疲れ様です。ありがとうございます。なるほど。マモンの声を担当している時のお気に入りの時間、そんなもん決まってるじゃないですか。やっぱりマモンといえば、MC ちゃん、留学生ですよ。留学生の MC ちゃんと一緒にいる時間。なるほど。それが何よりもやっぱり尊いというか、お気に入りの時間ですね。マモンにとってね。そうね、一番はね。なるほど。やっぱ兄弟たちのこのわちゃわちゃも好きなんですけど、やっぱりそうね、お気に入り一番っていうとね、やっぱり MC ちゃん特別だから。なるほど。コバさん自身はマモンを演じてる時に、この瞬間楽しいなって思う瞬間とかはある？楽しいっていう瞬間、やっぱ収録してたらずっと楽しい？もうずっと楽しいね。毎回楽しい。いいね。やっぱりこれがやっぱり毎回最後じゃん。同じことって二度としないじゃない。間違いない。だからやっぱ毎回楽しいって思うし、で演じてる側がやっぱり楽しいって思わないと、やっぱ見てる側も絶対楽しくないと思うんですよ。めちゃくちゃいいこと言うやん。その通りやと思うわ。多分みんなそういう思いでやってると僕は思ってるし、そこはもう絶対共通認識で演者の皆さんはやっぱやってると思うんで、それはやっぱりいつも心の内に思ってやっぱ演技はしてるかな。めちゃくちゃええこと言うな。マジでその通りやと思う。ほんまにそうですよね。こっちがね、やっぱやってる間楽しいからね。そうなんでもね、やっぱりこのラジオもそうだけど、マモンだけじゃなくてやっぱこのどんなお仕事もやっぱ楽しんで
はい、やろうっていう気持ちで臨んでますね。はい、めちゃくちゃ今日はいいこと言うね。なんかいやそうでしょう、素敵な日。そうですかそうですか素敵な日やと思いますよ、小林さん。そうですね、なんか素敵なこと言っていきましょうよ素敵なこと言っていきましょうよ素敵な時間にしていこうよ。いや素敵やわ。そうよ。今日は素敵かもしれない。どんどん言っていこう、素敵なこと。はい、ありがとうございます。ということでこのコーナーでは留学生の皆さんから番組を聞いた感想やアニメを見た感想、ゲストへのメッセージや質問を大募集しています。各種 SNS からハッシュタグオタク FM テルミーをつけて投稿してください。テルミーの綴りはアルファベットで TELLME です。以上テルミーのコーナーでした。セルフエコーまさかのかけてみましたまさかのセルフエコーでしたよ。こちらは留学生の皆さんにオベイミーの登場キャラクターにささやいてほしい一言ゼリフを考えていただき送ってもらうコーナーです。それでは早速紹介していきましょうかね。久々のウィスパーミーな感じがしますけども。はい、コバさんからいきますか。これ何ですか、留学生ネームは。まあもちろん紹介してでいってね感じですね。はい、じゃあいきます。留学生ネームなごさんです。はい、ありがとうございます。はい、マモンによそ見すんなよってやきもち焼いてる感じで言ってほしいです。MC に対して独占欲ありありのマモンが大好きです。いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない。じゃあ早速いきますか。じゃあ3、2、1でいきましょう。お願いします。いきますよ、コバさん。はい、3、2、1どうぞ。よそ見すんなよ。いいじゃない。そうですか。いいじゃない。ちょっとやきもち焼いてる感じで。そうですね、ちょっとね。でそれを見せへんようにするために、ちょっと怒りの感情もちょっと入っちゃってるみたいな。そうですね、ちょっと素直じゃないんでね。いや、いいじゃない。それなんか拗ねた感じやったらただただやきもち焼いてる風になるから、それをもう隠そうとしてる感じが見えて素敵やったと思いますよ。はい、いやありがとうございます。恥ずかしいねこれね。なんでよなんでよいいじゃない。じゃあ私いきますよ。はいはい。はい。じゃあ、留学生ネームアノリーさんからいただきました。はい。レビに私が一人でいて寂しい時に大丈夫ここにいるよと慰めてくれたら本当に嬉しいですとのことです。はい。じゃあ行きましょうかね。じゃあコバさん3、2、1お願いしてもいいですか。いきますよ。はい。3、2、1どうぞ。大丈夫ここにいるよ。甘いありがとうございます。いやなんか心強いね。いやなんかね、こっち側のレビーってなかなかないと思うんですよ。あんま甘いレビーってね。なんかここにいてよとか、そうだね、ここにいてよとか、なんか寂しいからお願いするじゃなくて、寂しい時に勇気づける感じのレビー。男前なレビー。なんかいいね。レアだね。レアでいいよね。はい。さらに行こうか。行けそう。行こう。行くよ。行こう。はい。コバさんどうぞ。行きますよ。はい。留学生ネームイザさんです。はい、ありがとうございます。はい。マモンによしよし今日も可愛いな。犬を撫で回しながら言ってる感じのボイス欲しいです。いいねいいね、これもいいね。犬でいいのね。はい、まあその可愛がってる感じね。よしじゃあ行こうか。はい、行きます。3、2、1どうぞ。よし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 、今日も可愛いな。ガチめに犬やな。もう多分わっしゃわしゃですよ。いやわっしゃわしゃわしゃでほんまガチめに犬やけど、犬を撫で回しながら言ってる感じのやから。そうだね。でもわっしゃわしゃでいいんかな、この感じやったら。もうわしゃわしゃってね。もう一パターン頭をよしよしって撫でてる感じ、ただ撫でてる感じの抑えめの撫でてて可愛いなっていう感じ。お任せください。3、2、1どうぞ。よしよし今日も可愛いな。甘い。いいじゃない。そうですか。いいじゃないいいじゃない。てへ言ってね、これね。甘い感じ。もう一個いけるんじゃないですかこれは。いきますか。行こうよこれ。いいねこれ。いきますよ。行くよじゃあ。留学生ネームサマーストーンさんからいただきました。レビーに今日は月が綺麗ですねと言ってほしいです。なるほど。詩的じゃない？そうですね。詩的じゃないこれね。いいですね。じゃあ行きましょうか。はい、じゃあ参りますよ。3、2、1
どうぞ。今日は月が綺麗ですね。そうですね。いや隣座ってた。そう隣座ってた。そうですね。これね、なんか僕今のイメージはええ意味知ってて言ってるんですよ。ああ、なるほど。なんかさらっとうん今日は月が綺麗ですねっていうパターンと、意味知っててただ素直にその I love you、まあこれ I love you を有名な夏目漱石さんが和訳した時に今日は月が綺麗ですねって言うたっていう話やと思うんですよね、このサマーストーンさんも。意味知ってて I love you って直接言えないからこの言い方に変えて、それでも恥ずかしいレビっていうね。ああ、だからレビっぽいよね。でもそれがね、本音を隠してね。いやちょっとなんかでも伝えたいことは伝えるっていうところがね。そうなんかそこを当てはめるっていうね。いいじゃないの、いいじゃないの。ね、素敵かなと思いまして。素敵ですよね。さて、はいはい。4つ紹介してきましたけども、今回の優秀賞を決定したいと思います。優秀賞か。コバさん選んでください。いやもうね、あれですよ。なんです？やっぱりあれかな。どれだい？今日は月が綺麗ですね。それ、マジ？おー、いいと思うよね。なるほど。なんでこれにしました？やっぱこういうなんていうんかな、そのなんね、さっきの夏目漱石じゃないけれども、ちょっとこうね、まっすぐ直球ストレートじゃなくて、なるほど、ちょっとこうひねってね、お便りをくださったこの方のね、やっぱ思いにもちょっと答えたいなっていうのがちょっと思いましたし、コバさんの胸に自分がささやいたセリフじゃなくてもちょっと響いたってこと？そうだね。なんか僕も言ってみたかったもんね、こういうセリフをね。言ってみる？いや、まあそれはあなたの言わんのかい。僕は心の中でつぶやいてる。あ、そうですか。もう一回聞きたいなって思ったね。じゃあ改めて優秀賞はサマーストーンさんの月が綺麗ですねですね。はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい、コバさんせっかくやからコバさん言おうよこれ。これ？はい、選ばれたから。あ、そう？マモンが月が綺麗ですねって今日は月が綺麗ですねって言うとしたらどんな感じで言うかっていう感じでちょっとじゃあ言ってもらっていいですか？なるほどね。はい、わかりました。お願いします。はい。じゃあ9いただけますでしょうか？いきます。3、2、1、どうぞ。今日は月が綺麗だな。ああ、いいじゃない。マモンっぽい。そうね、語尾をちょっと語尾をね、ちょっとマモンっぽくしてマモンっぽくしましたけど。はい、ありがとうございます。ありがとうございます本当に。この優秀賞に選ばれた一言ゼリフは後日ゲームのホーム画面でキャラクターが喋るボイスとして実装されるかもしれませんので、ぜひお楽しみにということで、このコーナーでは留学生の皆さんからオベイミー登場キャラクターにささやいてほしい一言ゼリフを大募集しています。各種 SNS からハッシュタグオタク FM ウィスパーミーをつけて投稿してください。ウィスパーミーの綴りはアルファベットで WHISPERME です。以上ウィスパーミーでしたそこで響くんや。はい、それではここで1曲お聴きいただきましょう。コバさん、曲紹介お願いします。はい、それでは聴いてください。マモンで Are you ready? It's time for the party. Are you ready? ようこそ俺のパーティーへ。今日の主役はお前だけ。キラキラ光るコインだってさらったけ。欲しいのはそろそろラフサインでマスターキーには眼中ないなら I want you。 最上級に俺のハート積んでけ。お前に首ったけ。呼ばれて楽しいパーティーナイトのつもりなのにそれ勘違い。俺の時は騒がしくない。そこが重要になライバル。でも俺がクリアそこはカーニバル。覚悟しな俺のターミナル。オニワの態度だってきっと言うよ。本音はホーミナル。到底及ばないんだ俺じゃない。誰かなんてだんだん溢れてくる。この想いには勝てない。I'm just crazy for you。ようこそ俺のパーティーへ。今日の主役はお前だけ。
キラキラ光るネオンよりありったけ欲しいのはそろそろラブサインでマスターキーには眼中ないな I need you ハイヒール脱ぎ捨ててついてこいよそうキュートなマイラブみんなで楽しいパーリーナイトのつもりですかそれ勘違い俺の手構わず騒がしいくらいそこら中がみんなライバルでも俺がクリアそこはカーニバル覚悟しな俺のアンビシャス俺のあの態度だってきっと言うよほんやほにな I'm just crazy for you誰かどこまでだって必ず迎えに行くから I'm just crazy for you ようこそ俺のパーティーへ今日の主役はお前だけキラキラ光るコインだってさらったけ欲しいのはそろそろラブサインでマスターキーには眼中ないな I need you ハイヒール脱ぎ捨ててついてこいよそうキュートなマイラブ呼ばれて楽しいパーリーナイトのつもりなのにそれ勘違い俺のことまず騒がしいくらいそこら中がみんなライバルでも俺がクリアそこはカーニバル覚悟しない俺のターミナル俺はあの態度だってきっと言うよほんなホミナルシファーや殿下たちがナイトメアでお前に会いたがってたぜ動くレアなやつらしいから召喚して損はねマモン様の活躍はもうちょっとしたら始まる第2弾で拝めるからいい子で待ってろよもちろんせっかくのハッピーデビルデーにケチくせえことは言わねえ10日間10連無料合計で100回無料だつまり第1弾第2弾合わせて最大200回無料マジやべえちなみに今日からトアに続く2人の絵にし1も復刻してんだ1があるっつうことは2も期待してていいってことだねまた帰ってきた即興嘆きの館劇場なんかどっかで聞いたことあるナレーションの入りがちょっと優しい優しい感じで、そのパターンは新しいかもしれんな。新しいですか。新しい感じですよ。みんな割とね激しい感じじゃないですか。そうガッていくけど、そうですねちょっと新しいパターンを見ることができましたけど、こちらはオタク FM ゲスト陣からのこんなシチュエーションの話が見てみたいというリクエストをもとにオリジナルストーリーを制作し、ゲストと僕が読み合わせなしの即興劇として演じるコーナーです。前回のオタク FMアニメ&チルでは留学生の皆さんからアイディアをいただいていましたが、今回のシーズン2ではゲストのリクエストをもとにお話を作ってみようと趣向を変えてみました。そして今回はコバさんの要望を踏まえてシナリオが作成されたわけなんですけども、このシナリオの仕上がりはいかがでしたか？いやー、サイからのこうですね。サイからのこう。サイサイこう、サイこうじゃなくて、サイからのこう。ただねやっぱサイのこう、あなたが生み出したと思うけど。いやそんなわけじゃないですよね。そのままやっぱり読むだけじゃない、やっぱりちょっとね一味つけてね。なるほど。サイからのこうでしたね。サイからのコバさん節を出してくると。出してみましたけれども。とにかくサイからのこうやった。いやサイからのこうでしたね。本当にねここまで膨らむかっていう。あ、なるほど。自分が言った案というかそういうアイディアが。いやーもう見事に実現していただきましてとっても素敵じゃないですか。はい、ありがとうございます。じゃあ早速いきます。行きましょうか。今回のタイトルはこちら。マモンとあいつとキーホルダー。よし、これでレビーの買い物は終わりだな。2人とも付き合ってくれてありがとう。でもこのオタクビルすごいね。人間界で買おうと思ってたものを全部買えた。しかも今日発売の数量限定ものを事前に予約してくれたなんて大ファインプレーだよ。やっぱ人間界のことは人間のお前に任せるのが一番だな。お前にしては随分気が利くじゃねえか。よくやったぞ。次は俺様の番だな。レビー、お前は別行動でいいぞ。一人で戦利品確認したいだろ。
カフェかなんかで休んでろ。後で合流な。僕も一緒に行こうかな。なんでだよ。いつものお前なら買い物の後はすぐ消えてだな。お前まで3人で行こうったと。仕方ねえな。せっかく2人きいやなんでもない。マモン、急に止まんないでよ。あそこってムーンバックスじゃないか。知ってる。人間界で人気のカフェだ。ちょっと寄ろう。他に行きたいとこあったんじゃ。いやそうだけど、ほらルシファーたちへの土産を買ってなかった。そんなことするキャラだったっけ。いいからほら2人とも付き合え。やっぱ人気なんだね。列がすごい。こっちか。うわ、物販コーナーも充実してる。何買うの？みんなに。みんな？ルシファーたちにお土産買うんじゃないの？そうだったなんか適当にその辺の豆とか買おうかな。これとこれとこれ。はい終わり。そんな適当に？あったルビー、ちょっとあっちでマグカップでも見とけ。なああいつらへの土産のついでにお前にも何か買ってやるよ。ほらそこのキーホルダーとかさ、案内の例もあるしな。そうだ、俺もちょうどキーホルダーが必要だったな。なるほど、そういうこと。レビー、まだいたのかよ。いたよ。このキーホルダーあれだよね。人間界のカップルで流行ってるやつ。そうなのか。しらばっくれてアスモが話してたじゃん。覚えてないな。このコーヒー豆キーホルダー、磁石になっててくっつくんだけど、そこからお揃いで持つと2人の距離がぐっと縮まるって言われてるらしいね。そうだったんだな。2人の距離縮めたいんだね。いや俺は別にだな。違うの？違う。じゃあこれは僕がプレゼントするよ。僕は距離を縮めたいから。っていうか柄にもなく距離縮めたいとか言ってんじゃねえよ。顔真っ赤だぞお前。俺が先にあげるって決めたんだぜ。マモンは他のものをあげればいいじゃん。だってこれは距離を縮めたい2人が持つためのものだから。いや俺はもうこいつにこれをプレゼントするって決めたし、それに距離も縮めたいこともないことはない気がしないでもない。聞こえないんですけど。まあでも今更認めても遅いよ。プレゼントは僕がするから。いや俺がする。俺だ。3人で一緒に買えばいい？それはだな。絶対にダメ。珍しく意見があったな。よし、ってことでお前が選べ。そうだね。どっちとお揃いで持ちたいか正直に言ってよ。決められない？しょうがねえな。じゃあこうしようぜ。俺とレビー、普段からこいつのことをどれだけ見てるのか勝負だ。こいつのことをより分かってるやつがプレゼントする権利を獲得するってわけ。おー、いいね。けどマモン、そのルール僕に有利だけど大丈夫？笑わせんな。最初に契約したのは俺だぞ。そういう順番にこだわるのダサいんですけど。じゃあ僕から行くよ。こいつはプリンを食べた時美味しいと必ず二口目から目をつぶって味わうんだよ。知らないでしょ？その程度か。そんなの兄弟全員が知ってるぞ。そうなの？
それで言ったらプリンが美味しい時はなくなっちゃうのが嫌で、2口目からはスプーンで取る量が半分になる。気がついてなかっただろ。なんだ、どんなすごいのが来るかと思ったら余裕で気がついてたし。じゃあもう少し細かく攻めちゃおうかな。プリンを食べ終わってからだけど、最後にもう一回かなり長めに目を閉じるんだよ。これは今プリン食べたのを脳内で再現してるんだけど、時々実際に手に持ったスプーンが動いてる時があるんだよ。マジか、それ知らなかったわ。じゃあ食い物つながりでこれはどうだ？こいつが小さな咳をする時の8割は喉が痛いわけじゃなく、お腹が鳴っているのを隠している時で、よーく聞いてるとクーギュルギュルって音がしてるんだ。そんなの常識。じゃあこれは気がついてないでしょ。今言ったごまかしの咳が間に合わずにみんなにお腹の音が聞こえちゃった時、ベールを見てごまかしたこともあったんだ。僕だけは気がついてたけどね。はあ、それ全員気がついて芝居した時の話だろ。ちなみにその時ベールも分かってたぞ。そうだったの？じゃあ俺の番だな。これはこいつが寝てる時の話だけど、時々よだれ垂らして口開けて寝てるってのはみんな知ってるよな。実はもっとひどい時があって。ちょっとマモンってば。なんだ途中で邪魔するのは。お前なんか震えてるけど、どうしたの？ねえ、どうしちゃったの？もしかして怒ってる？大声でそんな恥ずかしい話をして。ああ、そういうつもりじゃなくて。悪かったって。でもそんな怒ることないだろ。いい意味で言ってるだけだからさ。いい意味で。ねえ、気のせいかな、この雰囲気。もしかしてお前「す」から始まるあれ言おうとして。ギャー！はい、お聞きいただきましたが、お聞きいただきました。いかがでしたでしょうか？そうですね、即興ですからね。コマさんはどうでした？いやでもね、僕このレビーとやっぱ MC ちゃんをやっぱこうなんだろう返して2人がこういる時って絶対言い合いになるんですよね。なるほどね。そうそう、どっちも好きだからね。前回も確かそんな感じでしたね。そう前回もそんな感じで、そう結構僕はね、MC ちゃんとのやっぱりこう MC ちゃん絶対入れてって言ったんですけど、でショッピングしたいみたいな、で久々にちょっと人間界行きたいみたいな感じの内容だったと思うんですけど、そう結構このレビーとの掛け合いっていうか、この血話喧嘩みたいなね。血話喧嘩、兄弟喧嘩。兄弟喧嘩か。それが結構僕好きでね。もしかしたらそういうのをちょっとこう入れてくれるかなと。いやちょっと期待して、そうですね、やってくれて本当にそれ通りになったんで。バッチリ入ってましたよ。バッチリで本当に楽しかったですね。MC ちゃんのことどれだけ知ってるか勝負なんて面白かったじゃないですか。そうなんですよね。2人ともやっぱ見てるとこ細かいんですよね。でも兄弟みんな大好きすぎやんね。もうそんなとこ見るんやみたいなね。知ってるみたいなね。しかもそういう恥ずかしいところばっか見てるっていうね。MC ちゃんがね。演じてる側はそうなんやみたいなね。そういうとこもそう面白かったですね。いや楽しかったですね。楽しかったですね。またやりたいですね、これはね。やりたいですね。いやまた帰ってきてほしいですね。また帰ってきてほしいですね。これね、まだお願いしてないところでね、まだやりたい設定あるんですよ。2つアイディアがまだまだあるんですか？2つ3つありますんで。コバさん。そうですね。あえて今回書かなかったんですけど。なるほど、今回はこれにしよう。そうもしね、そう次回に向けてね、込めてちょっと言おうかなと。なるほど。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。これ見て言ってくれていいよ。そうか。以上、また帰ってきた即興嘆きの館劇場でした。
はい、お送りしてきましたオタク FM アニメ&チルシーズン2ですが、そろそろお別れのお時間です。はい、小葉さんいかがでしたでしょうか？いやーそうですね、これ他の方も言ってるかもしれないですけどね、いや毎回やっぱね楽しい時間っていうのは早く過ぎ去るなっていうのね。あっという間よね。そうですよ本当にね。カウントダウン中にさ、小葉さんずっとガサガサしたけどエンディングの紙が見つからなかったけど。大丈夫、ここから見てるから見つからなかったんかいずっとなんか探してで急に光った瞬間に手止まったから、諦めたなって思って。そう諦めたね。ここ見れば大丈夫だと思ってね、見えてないだろうと。いや、あっという間のねシーズン2、満を持して登場して待ちに待った回でしたけども、楽しかったですか？いや楽しかったですね。久々にね、皆さんからのお便りもね、いやそうですね、たくさんねこんなにいただきましてね。結構読めましたよね今日は。そう結構読ませていただいてね、ありがたいね。あれなんですよ、ほんまに読めない時とかあるから。そっか他の会話とかがちょっと伸びちゃってね。そうだからたくさん紹介できてよかったなと思って。そうだね、ここは結構やっぱ紹介できるだけしたいからね。いや本当に今日はあれ小葉さん素敵なことをめっちゃ言うな。そうでしょう、なんかこうゆったりめにね、そう何を大事にするかっていうところをやっぱポイント。なるほど。やっぱ留学生ネームっていうのも決まったし、やっぱ留学生の皆さんからのお声っていうのをちょっと大事にしたいなっていうのがやっぱ思いで、一番はそれで来ましたね。今日のテーマどうなってんねん。やっぱ留学生ですよ。テンションパッションエネルギッシュどこ行って？そこメラメラ燃えてるの内側にね。そう内側にメラメラ燃えてる。赤い炎でガーって燃えるんじゃなくて青い炎で。そうやっぱり表面上に出すそういうものもあるけれども、そう内側で燃えてる今回そんな感じでちょっとお送りしてみましたけど。小葉さん毎回来るたびにパターンが変わってくるから。そうですよ。ドキドキするよこっちも。ドキドキしますか？ドキドキするよ。逆に僕はそのいつ行っても同じテンションで迎えてくれる実家のようなね加田さんのテンションに僕は安心しきっておるわけですよ。どうもありがとう。そうだから僕は最初にね冒頭に「ただいま」って言ったと思うんだよ。言った。あれはまずあなたに言ったわけ。番組に帰ってきたことに対してじゃなくて俺に言ってくれた。だから本当だったら「おかえり」って言ってほしかった。ごめんその思い汲み取れてなかったわ。いやそう完全にやっぱり久々っていうのもあって1年も空いてないけど、結構空いたじゃん。空いたかな。だから僕にとってはやっぱ「ただいま」っていう気持ちがあったんだよね。それ汲み取れへんかったなまさか。そうか、俺に「ただいま」って言ってたんや。まずねやっぱりとにかく実家に帰ってきたかなっていうことで。やっぱマスターオブセレモニーのちゃんと言うちゃんと言う今日はあれやな、素敵なことを言う回でしたね小葉さん。いやそうですね、素敵な回があってもいいじゃないかと。なるほどなるほど。素敵な回があっていいじゃないかって他の回が素敵じゃないみたいに言うな。いやみんな素敵だけどね。いや取ってつけた完全に。いやなんかでもこうなんだろう、みんな素敵なんだけど色が違うじゃない。なるほど、それはそうですよ。僕のはその穏やかな感じでちょっとそうだね、新しい小葉さんの雰囲気みたいなのを知れて僕は楽しかったですよ。そういやでもね本当にどれも楽しかった本当に。今日もね聞いてきたんだ実は。何を？収録前に。そうなの？朝起きて聞いてた。朝起きて聞いてイメージトレーニングして。そうで僕はこんな感じでいこうかなって。こんな感じでいこうかなというか、こんな感じなんだなみたいなね。そうで僕もこんな感じでいこうかなってもちろんあったけど、勉強のために聞いたのもあったけど、普通にやっぱりこう視聴者として楽しんでいただけた。ありがたい。だからやっぱりなるべくね長く続いてほしいなって思うし。めっちゃ嬉しいやん。やっぱり僕の帰ってくる場所でもあるから。帰ってくる場所そんな頻繁には帰ってきてないで。そうそんな頻繁に帰ってきたらあんまり価値がねないじゃない。実家ってどういったものなの？小葉さんにとって。実家ってやっぱ久々に帰ってくるもんかな。なるほど。たまに帰ってきて落ち着く場所が小葉さんにとってはある意味このオタク FM の加田さんっていうところかなっていう、僕の居場所の一つかなと思うね。なるほど。おかえり。ただいま。はい言っときましょう。ありがとうそして次回のオタク FM ですけどもね、ディアボロ役の山本拓平さん、サタン役の角信也さんが遊びに来てくれますといったことです。また激しい回になるのかどうなるのか。これ聞きましたよ。だから僕は去年のね、去年だから大晦日だったんだよね。そうね。あれだから感慨深いのが加田さん言っておっしゃったけど、1月1日に始まってね12月31日で終わるっていう、なんかすごいなんかね偶然だけどなんかいいねみたいなね話されてて。小葉さんに俺シーズン1の話はそれって言おうと思ったけど、それ以来来てへんからその話もするんかそういうことかまあねその長いシーズン2やから。そうシーズン2からね。あれだから去年があれだからディアボロさんがサプライズゲストでね
そうそう飛び込みできたからね。そうだね。今回だからもう告知されてるんだよね。告知されてるドキドキもありますけどね。はそうで、あとそのやっぱりんね、やっぱ急にっていうかサプライズだったかうら、んその嘆きの館も多分ねい。やられると思うけど、今度はねもしかしたらどうなるのかどうだろうね。だいたいこうええマンツーだけどドキドキしてます。ねえスリーマンになるのか。スリーマンにはなるよ。何スリーマンって。マンツーマンがマンツーマンをうんスリーマンってこと？スリーマンマンスリーマンってこと？マンスリーってマンスリーでしょ。 3人でね。男が3人でね、はいもちろんお届けますよ。そうそうマンスリーもお届けしますけどもそう楽しみだなと思いますね。はいうん次回のアニメ第12夜は、はい打ち上げパーティー。打ち上げですか。はい、これサイドキャラクターたちがこれまでのエピソードを振り返る特別編になっていると。おーいうことなんですねなるほど。これも楽しみですねいや楽しみですね。どんな内容かね。なるほど振り返ってくれる特別編ということなんで、そうですね。こちらも楽しみにしていただければと思い盛大ます。にお送りしてください。はい、はいということでお別れのお時間ですけども、何か言い残したことはありますか、コバさん。そうですね。また来ます。また帰ってきてください。あ、また帰ってきます。はい、ありがとうございました。ということでオタク FM アニメ&チルシーズン2、ここまでのお相手はレビアタン役の加田聡とマモン役の小林弘隆でした。バイバーイ。動画を見てくれてありがとう。もっと俺たちのことが知りたくなったらアクゾン VIP メンバーシップをチェックしろよ。オタク FM やオベイミーボーイズ関連の未公開シーンなどなど VIP メンバーだけのコンテンツで魔界のオタ活がさらにはかどる。アニメシリーズを誰よりも早く見られるのも VIP メンバーの特権だぞ。他にもゲームが快適に遊べる特典がいっぱい。アプリインストール方法やアクゾン VIP メンバーシップの詳細は概要欄を見てほしい。イケメン悪魔調教ゲームオベイミー、これからもよろしくね。